雑談です。恋愛です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと。ほとんどテレビの話しかしておりませんが、昨日は何をしてたかと言いますと、朝やんですね。水道橋博士さんがやってる阿佐ヶ谷ヤング用品店で、がありまして、 T シャツ大戦争の回ですね。猫が鳴いたり、工事の音がしてますが全く気にしないっていうね。はい、朝やんがありまして、 T シャツ大戦争でコアチョコであるとかジェットリンクであるとか、あとはね、いろいろ思い入れのある T シャツの話なんかをしておりましたが、いや、コアチョコの凄さったらないなって思いましたね。本当に年間100枚ってことは3日に1枚新作が出てるってことでしょ。恐ろしいよね、本当に。で、全て許可を取ってね、許可取りって本当大変なんですよね。なかなか理解してもらえなかったりとかね、なんか守らなくちゃいけないイメージというのもあるんでしょうけども、ねっていうところで、本当に素晴らしかったね。いろいろ秘話も聞けたりして楽しかったのと、あとね、2週間配信アーカイブが見れるんですけども、キーワードでプレゼントがもらえるというか、もうほぼ応募すれば当たるんじゃないかっていうぐらいプレゼントもたくさんありますんで、ぜひ概要欄にリンク貼ってますんで見ていただきたいっていうのと、僕の鉄板の話というかね、ブログにもよく書いているお話があるんですけども、本当にあれをね、よく涙をこらえて話せてたというか本当にいい話すぎて、一応ねオチを用意してたんですけども、笑えるオチを用意してたんだけど、それは本番でね、やっぱ言うのを茶化すのはやめようと思ってね、言わなかったんですけど、本当にロックの神様も着てくれた T シャツであるとかね、あと過去のメルマ旬報でやってる T シャツも、出演者のL 歌舞伎の上田くんなんかもあんま知らなくてというか、改めて見てかっこいいっていうのをね、皆さん言っていただいたのは嬉しかったんですけども、どうして掲載時にもっと評価され、そこは何か欠陥があるんだろうなというね、僕自身に昔にやったやつがね、結構今見てもやっぱいいなって思うんですよね。それこそ1回目のダイナマイト関西のロゴであるとかね、昔作ったこんなやつがあるっていうのをね、本番前に、みんなと話してる時にはあったんですけど、やっぱりどれもやっぱかっこいいんですよね。ただなぜだろうっていうのはね、なんだろうなっていうのはちょっと今後の課題ですよね、私の。なんか先々行き過ぎてるという感覚はないんですよ。なんですけどね、どうしたもんかというようなこともありまして、ぜひ配信を見ていただきたい。他にも本当にそれこそ上田くんのT シャツのエピソードもすごく良かったですね。だからT シャツはラブレターでありタイムカプセルであるとね、高須さんもおっしゃってましたけど、まさに本当にそういうね、気持ち込めて作って、その気持ちを汲んだ人も、別の意味で汲んじゃった人もね、来て、そのまたメッセージを、ラブレターを伝えているっていうのが本当に
わかります。まあ自己主張のなんかあれだみたいなね、言われ方もしますけども、でもこう面と向かってこうね、いきなり何か話をしだす前に、その T シャツ何なんだろうね、なんか持ち物でちょっと気になるものとかロゴマークとかね見つけた時に、やっぱりこう共通の、ね、認識、アイコンなりでこう話がそこから広がり、なぜそれが好きなのかとかね、例えばトラック野郎のねコアチコのやつ着てたら、いや俺もトラック野郎好きなんすよとかいう話になるじゃないですかね。なんかそういうアイテムのツールの一環としてもねすごく機能しているし、それこそ本当にラブレターでありタイムカプセルであるっていうのは本当にそんなことが語られた朝やんでしたんで、ぜひまだまだ2週間配信見れまして、でプレゼントもありますので、ぜひ応募なさってくださいということと、あれですわ、いきますよ。見ましたね。恋愛漫画家が最終回でした。もう毎週吉岡里帆さんがね拝めて、これもうほんと幸せな何週間ですか、10週間11週間でしたねっていう感じですけども、あれですよ、ふと気づいたんですよ。いろいろドラマを見てねこう話してるじゃないですか、ここでね。でもこと恋愛漫画家に関して、他のドラマもそうかな、逆のパターンがあるのかな。恋愛漫画家はこう役名で僕話をしてないですね。吉岡里帆さんがとか鈴木亮平さんがとか、こう役者名で話をしてるんですけど、コントが80に関しては役者名で話もしつつ、役名でね俊太くんがとか、それこそつむぎちゃんがなんて話をしてる。この違いは何だとね、ドラマに対して役名で話すドラマと、俳優名で話すドラマとが僕の中であるというかね、これ思い入れの違いによるものなのかとはいえね、そんなにこう思い入れがないわけではないですよ。だって恋愛漫画がずっと見てますしね、その違いは何だって言った時にこう役に溶け込んでいるか否かの違いなのかなとかも思っちゃったりもしますけどね。だから馴染んでるか馴染んでいないのか、役者部分がだからそのパーソナルな部分、個性ですねが抜けきれて、役に徹していないってことまではね、そこまでは言う感じではないんですけども、なのかななんていうのをちょっと思いながら恋愛漫画家の最終回見ておりましたが、予想通りねストーカー出てきたそのここからネタバレしますけど、そのね先週ねもしかしたらストーカーと結ばれるんじゃないかっていうのが、そっちで結ばれるんかいっていうね終わり方でしたけども、これなかなかみんなハッピーで終わっていきましたよね。バーのカフェか子もね戻ってきてね、しれっと戻ってきてね、どういう感じで戻ってきて、また戻ってきて関係がね戻っているのかも語られておりませんでしたが、そこもくっついてそれこそね鈴木亮平さんと吉岡里帆さんもまたよりを戻して結ばれておりましたけど、結ばれてというかね元の鞘に戻っておりましたけども、全員が全員ハッピーエンドで終わっておりましたね。だってレン君もね、レン君だけはレン君もこうね気になる女の子ねとこう一緒になるというかねくっついてる感じだったしね、全員が全員ハッピーエンドで終わっておりましたけども、そんな現実はそこまでうまくいきますかとね。それこそ何でした、人生は映画で見ているよりもドラマチックだじゃなくてなんかそんなことが、ね、ありましたでしょ。
知らねえよっていうね。どこのなんて言葉だよっていう。何でした？忘れちゃったな。ニューシネマパラダイスのやつ。なんつったっけね。あれではあれ。あれ。今思い出してますから。ね。自分のツイートを遡って。なんつったかな。もういいよね。ここまで出てこなかったらもう身についてねえんだろう。ね。はい。あれね。人生はお前が見た映画とは違う。人生はもっと困難なものだね。これが言いたかった。ね。だから、人生はお前が見たドラマとは違う。ね。人生はもっと困難なもの。こんな全員が全員ハッピーエンドになるわけがない。ね。一度別れちゃったらもうなかなか復縁っていうのは難しいっていうのも現実世界では多々あるんじゃないですか。ね。とは思いながら、まあドラマなんでね、気持ちよくね、みんなよかったって感じで終われてて、よかったんじゃないですかね。だから次回作というか、鈴木亮平さん次なんかまたやるでしょ。それも楽しみですね。っていうか、吉岡里帆さんのなんかね、ネットニュースではやれ数字が取れなくてどうやみたいな記事がよく悪目立ちですよね。あんなのそんなのお前 それこそお前そんなの関係ねえよね。おっぱっぴーですよ。だって楽しんでる人がね数パーセントでもいるわけで、ドラマの視聴率がね、例えば 10% いかなくてとか6%、5% 前後だったなんつっても 5% の人がお前楽しみにしてることをお前何言ってんだって気持ちにもなりますよって感じですよね。だから次のね出演者作も楽しみに見ていきたいかなって思っております。コント漫画家ちょうど時間となりましたとね。コント漫画家っていうのはね、こう漫画家のイメージってベレー帽をかぶってね、何ですか、メガネをかけて手塚治虫さんのイメージが強すぎますよね。でもリアルな漫画家ね、そうまあ鈴木亮平さんみたいな漫画家っていうのはどういるかね。それこそ浅野稲夫さんとかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ね、だからあんなベレー帽をかぶって分厚いメガネをしてみたいな感じは今はないんじゃないですかね。どうなんですか。表に出ている漫画、それこそゆでたまごさんとかね、全然イメージ違うじゃないですか。なんでだからなんだろうね、そういうこうステレオタイプなねイメージっていうのは本当に日々更新されておりますからね。いつまでそれをやってんだって。それこそ朝やんでね、近田春夫さんがラップのイメージがいつまで経ってもね、手振りね、あれなんだって言ってたようなことと一緒ですよねって思いましたけども、はい、こんなで恋愛漫画家とね、非常に面白かった。 TVer でまだ見れます。それから朝やん T シャツ大戦争は本当に見れば得しかないっていうね回ですんで、ぜひ1500円払ってうん千円の T シャツが届くっていうイベントですからねぜひ配信ご覧になって僕のとっておきのエピソードをね見ていただき、一つよろしいかね、昨日着てた一つよろしいかって書いた自分の自画像というかね、似顔絵の T シャツなんですけど、なぜそれを着ていたのかっていう理由をね全く話さずに、それこそこの僕の今喋ってるこのイラストのね T シャツを着てるんですけども、それこそ本当にね、それ何ですかって言われた時に、これ僕なんですよっていう話ができるしたいがためだけに作っているっていうね。それはもう他人が来たらどうなるんだみたいなもうすでに僕は架空の人物として、実在しない存在として、現在を生きているっていう設定なんですよ。だから僕はもう完全に架空の人物をサイバースペースに性があり、現実世界では架空の人物が行動をしてるっていう設定をこの1年間やってるんです。なんだそれっていうね。誰にも言ってないしね、誰もそんなとこ気づかねえだろ。そういうことをしておりますが、リアルな僕がね、昨日の朝やんで映ってますんで、ぜひご覧になってください。ね、プレゼントもありますんで、
って感じで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この声がリアル現実世界で生活してる僕の声っていう設定なんですよ。ね。無説明でこれを延々やり続けるっていうおかしみね、そういったことをやっておる。誰も理解できませんよ。ってな感じです。ありがとうございました。